皆さんこんにちは。三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあやってまいりました。今年もガーデンネックレス横浜、こちらは里山ガーデンの会場に来ております。里山ガーデンフェスタが現在開催中です。見事に桜満開、そして草花たちも満開です。最高の景色に包まれております。今日はですね、この里山ガーデンフェスタの会場からですね、美しいこの里山の景色、大花壇の景色をですね、お送りしたいと思っております。まず来ていただけたらですね、こちらウェルカムガーデンというんですが、もともとのこのですね、丸のデザインをたくさん作ったんですね。で、この丸、輪じゃないですか。この輪がつながって、皆さんが来ていただいて、皆様がこの輪をつなげていく、植物の輪が人の輪をつなげていく、そんなイメージでデザインさせていただきました。今年もたくさんのですね、花咲いてくれています。で、ちょっとポイントが今回こちら、ご覧ください。中心に鉢物です。こんな形で鉢をこの庭植え地植えにも一緒に取り入れるっていうのもこの一つ提案になっております。さらにこちら、見事にたくさん花咲いてくれてるんですが、チューリップも咲いております。ちょっとこちらご覧ください。オブジェですね。こんな風に花壇、庭の中にオブジェも入れるといいんですが、ハートになってるの分かりますかね。これ実は2027年グリーンエキスポ開催されます。ここ横浜で植物の万博が開催されるんです。世界最大規模の植物の博覧会のキャラクタートゥンクトゥンクのハートのイメージでこちらですね、オブジェ置いてありますので、皆さん来られた際はですね、見つけていただけたらと思います。写真をこんな風にね撮っていただけたらと思います。さあこちらのまずですね、ウェルカムガーデン、桜とともに堪能していただき、今日は皆様にご覧いただくのは大花壇でございます。こちら歩いていくと大花壇入り口と書いてありますね。この道を通ると1ヘクタールの大花壇が広がっています。今年はどんな景色になっているのか、ぜひご堪能いただけたらと思います。今日はいつもと趣向を変えて僕の目線で一緒に楽しみましょう。それでは参りましょう。さあ入るとまずですね、こちら、いやー、空中回廊がありまして、森の空中散歩道と言います。こちらを歩いてですね、気分を高めて、この奥にですね、大花壇が広がっております。こちらしかもですね、もともとの里山のですね、植物が両サイドに竹や樹木がですね、茂っていて、まだ見えない状態なんですね、大花壇が。ゆっくりここ歩いていただいて、風もとっても気持ちいいんです。こちらをしばらく歩くと、いよいよ大花壇が見えてまいります。さあ、こちら、見晴らしデッキというですね、大花壇を一望できるデッキになっております。さあ、いよいよです。見えました。美しいですね。横浜の花で彩る大花壇、1ヘクタールの大花壇です。2025年はこのような景色になっております。今年も満開に咲いてくれています。2025年春の大花壇のテーマは春風の丘です。春の穏やかな風や太陽の光にですね、このように包まれる自然との一体感、こちらをですね、今回テーマにしております。いやー、今日はまさに天気が良くて晴天の下、太陽の光に包まれて、春のね、穏やかな風がとっても気持ちがいいです。まさに春風の丘になっております。こちらの大花壇はですね、横浜市内最大級の大きさなんですね。およそ1万平方メートル、約1ヘクタールの大花壇でして、主に横浜市内の花苗を使用しております。約110品種以上ものですね、多種多様な花々が咲いている状態です。こちらの見晴らしデッキからまずですね、全体を一望していただいて、圧巻の景色。で、反対側にはこのように桜も見事に咲いております。桜の木々もウェルカムガーデン、あちらだけじゃなくて、大花壇にもですね、たくさん植わっています。このように里山ガーデンの魅力は、桜の開花の時期から楽しめるので、このだんだんとですね、咲き進んでいく、景色も少しずつ変わっていく、こちらを楽しめるのがね、里山ガーデンの魅力です。
風の流れ、光の角度、季節の移ろいに合わせてですね、少しずつ変化していくこの景色。そのようにね、デザインされた今回の春風の丘となっております。そしてこちらの階段を降りていくと近くで花を望むことができます。ぜひね、足元に咲くこの美しい草花、堪能していただきたいと思います。今日はですね、この映像を通してゆったりとした気分で楽しんでいただけたらと思います。このようにですね、随所に写真を撮るスポットも設けております。接写スポット。ぜひね、この花を近くで撮ってくださいねという形です。こんな風にじっくりと近くで見ることができます。さあ、こちらの大花壇ですね、今回のテーマは春風の丘。名前の通りですね、春の風が丘を渡るように花々がなだらかに連なってですね、丘を彩ってくれています。そういった景色になっております。様々な草花がですね、随所におのずとこぼれ種で咲いたかのような、もともとね、里山で咲いたようなそんな景色をデザインしております。さあ、この辺はですね、イベリスであったり、ノースポールにリナリア、もうたくさんの花が咲いてくれています。こういったカラフルな色の中に、こういったイベリスの白色の花、ノースポールの白い花、こういったものを入れるとですね、とってもアクセントになって軽やかになるんですよね。そしてこちら順路の通り少し登っていくと、まずこちらをね、注目してほしいんですが、ありました、ありました。今回もこちらにハートがございます。そう、ハートしかもビオラで描いたトゥンクトゥンクのハートです。こちらにもトゥンクトゥンクいました。周りは白大菊のシルバーレースが覆っております。そして全体は草花でもちろん大花壇とつながっている。で、大花壇ブロックごとにあるんですが、これよく見ると形、花びらの形になっているんですよ。それこそ桜の花がですね、舞い散っているかのような、そんな一つ一つの花壇の形になっております。いろいろな花、濃淡、たくさんの色を使うことで、まるで絵を描いたようなそんな景色になっております。心地いい風が吹いております。やはりですね、じっくり花々をですね、語りかけるように楽しんでいただけたらと思うんですが、いくつかメインの花ご紹介していきましょう。まず目に飛び込んでくるのはやはり春の主役、チューリップです。赤、黄色、白、ピンク、もう本当にカラフルな色合い、たくさんのチューリップを今回も植えております。見事に咲いてくれました。まるでね、春の絵の具箱のようですよね。チューリップも本当いろんな種類がありまして、チューリップというと抱え咲いている印象が強いと思うんですが、全体パッと開いたですね。しっかりと開くチューリップもあります。あと八重咲きですね。花びらが何枚も重なったですね、華やかな品種もございます。こちらのチューリップは見事な八重咲き。一見すると花だけ見たらバラなんじゃないかっていうぐらいね、花びらが幾重にも広がっております。バラエティ豊かな表情が楽しめるチューリップ、丘の斜面をね、彩ってくれています。それぞれのチューリップが個性を持ちながらも全体として調和を奏でてくれている。そんな印象を受けますね。チューリップってもう品種によって早く咲いたり遅く咲いたりいろいろなものがあります。で、たくさん植わっていて、もう本当に何度も来るたびにですね、この丘の表情がチューリップによっても変わるような、そんな景色になっています。なので何度来ても新たな春の景色に出会える。それがですね、この大花壇の楽しさでもあります。そしてこちらはラナンキュラスラックスですね。ラナンキュラスのラックスシリーズという品種で、僕は特に好きな花なんですけども、一般的なラナンキュラスと違って、こちらのラックス、ご覧の通り、花びらにツヤがあるのが特徴なんですよ。そこから名前も来ていて、ラナンキュラスがワックスをかけたようにツヤがあるから、ラナンキュラスのラとワックスのクスでラックスという風に名前がついているぐらい、本当にキラキラしてます。光が当たるとキラッと反射してね、本当に透き通るような美しさもあって綺麗なんですよね。
一般的なラナンキュラスは、球根をね、掘り上げないとなかなか、ね、夏の暑ささせないんですけど、このラナンキュラスラックスシリーズはですね、球根そのまんま植えっぱなしでも、こちら里山ガーデンでもね、植えっぱなしでこんな風に咲いてくれるぐらい強いんですね。なので、球根植物なんですけども、宿根草のような、植えっぱなしでもですね、そのまま毎年咲いてくれるような、そんな品種でもあるので、だからこそこのガーデンに本当におすすめなんですよね。背丈もね、あるので、まさにこの風を受けてそよぐ姿が春風の丘にぴったりな花です。光と風によってですね、なんか花びらの表情が変わるようなそんな印象なので、ずっと見ていても飽きないんですよね。そして風を受けるというと、こちらのルピナスもですね、すっと背の高い花になっています。ルピナスは下から上へと順番に花を咲かせていくので、上り藤って呼ばれてるんですね。そう、藤の花を逆さにしたようじゃないですか。藤の花が上っていくように咲いていくので、上り藤という名前がついていて、とってもですね、縁起のいい花でもあります。名前も花の姿もね、かっこいいんですよね。こちらもですね、紫やブルー、ピンクとですね、色も豊富でして、今日の青空にぴったりまっすぐ空に向かって伸びていくその姿はね、もうまさに上り富士で富士って富士山のようにも感じるんですよね、僕は。まるで春のエネルギーそのものといいますか、立体感のある植栽にね、欠かせない花です。そして同じようにですね、この大花壇を全体的にですね、彩ってくれているのがネモフィラです。小さなね、水色のこの花、こちら地面をね、ふんわりと包んでくれています。ネモフィラの英名はですね、ベイビーブルーアイズっていう名前がついてるんですよ。もうその名の通りですね、この赤ちゃんの澄んだブルーの瞳のようなですね、そんな花に見えますよね。なので、ベイビーブルーアイズ。素敵な名前の花です。地面に咲いている姿はこっちのね、心もね、澄んでいくような、現れるような気持ちになりますね。さらにネモフィラ品種いろいろありまして、こういった黒い瞳のものもあります。こちらはですね、まるでベイビーブラックアイズですよね。フェニーブラックっていう品種なんです。このネモフィラの品種もね、たくさん植えているので、これもネモフィラだってね、探すのも楽しいかなと思いますので、ぜひね、こちらも実際に楽しんでいただけたらと思います。ブルーのビオラも今回たくさん入っているので、風が吹くとですね、もうネモフィラとこのビオラで青い絨毯がふわっと揺れて、まるで波のようにも見えるんですよね。とっても優しい穏やかな気持ちになる、そんな春らしい景色を演出してくれています。さあ、こちらは黄色いリナリアが見事に咲いてくれています。明るいビタミンカラーはですね、元気になりますね。花って本当にそういう力があるなと実感しております。さあ、このようにですね、花を堪能しながら登っていきますと、このように開けた場所があります。こちらもですね、周りずるっと花がですね、見事に咲いていますから、花も楽しんでいただくのはもちろんなんですけども、よくよく見ていただくと、この地面なんですよ。地面にも、そう、桜の花びらが描かれているんです。ね、たくさんのこうやって桜の花びら、ちょっとこうやってですね、見ていくと、こっちにはですね、見事に桜、5つの5枚の花弁の桜が咲いています。で、これだけじゃないんです。桜の花びらをこうやってたくさん探していってみると、なんと、こちらにありました。ハート型の花びら。隠しハート。ぜひ皆さんも探してみてください。そんなハートの花が咲くようなハートフルなイベント、今日実はありましたので、そちらの様子ちょっとご覧ください。今日実はですね、お子様皆様と一緒にですね、鉢植えにペイント、お絵描きをしてオリジナルの植木鉢を作り、その中にですね、この里山ガーデンにも植わっているオステオスペルマムやネメシアといった花をですね、一緒に植え付けるというイベントを開催させていただきました。いやー、お子様皆様一生懸命絵描いてくれて、こんな風に花もですね、ご自身でですね、自分で好きな花選んでもらいました。で、植え付けもみんなにやってもらいまして、一生懸命ね、土を入れて植え付けてくれました。とっても嬉しかったです。で、みんなにはですね、世界に一つだけの植木鉢にこの花を植えていただいて、お家で育てていただきます。いやー、とっても僕もね、楽しかったです。最後はみんなで植え込んだオリジナルの植木鉢と花と一緒に記念撮影もしました。ご参加の皆様、本当にありがとうございました。みんなの笑顔がとっても嬉しかったです。さあ、そして丘はまだまだ続きます。登っていくと
さらにこんなに花がね、たくさん咲いているんです。ここからはですね、もう僕のね、こんな声はなしで、ちょっと BGM とともにじっくりとですね、花、美しい景色をご堪能ください。さあ、いよいよ一番上の段まで来ました。見事な丘になっていて、どこから見ても美しい草花、景色を楽しむことができるのがこの大花壇でございます。さあ、そして一番上からですね、ぜひこの見晴らしデッキとは逆の、この全体ですね、里山のもともとの残っている木々、大自然とともに味わえるこの景色をね、堪能していただきたいんですね。雄大な自然をバックに見事に咲き誇る草花。そして奥に進んでここで終わりになるんですが、最後にぜひ振り返っていただきたい。一度振り返って見ていただくとまた違った景色が一望できます。
そしてここを抜けるとですね、最後にホワイトガーデンが広がっております。全体に白い花をメインとしたですね、基調とした花壇があって、その先にはウェルカムガーデンに戻ることができます。ここまで一緒にですね、ガーデン巡っていただいてありがとうございました。さあ、というわけで今回はちょっと僕の目線で視点で皆様に大花壇の様子楽しんでいただきました。いかがでしたでしょうか。ぜひね、やっぱり皆様の目で見るとまた全然違います。本当に圧倒的な花の力がありますので、ぜひ会期中にですね来ていただけましたら幸いです。そしてこちら書いてあります、2027年国際園芸博覧会が2017年3月19日から9月26日に開催されます。いやー楽しみです。気づけばもうすぐですよ。もうね、皆様で一緒に盛り上げていけたらと思っておりますので、一緒に楽しんでいきましょう。以上、三上真史の趣味は園芸チャンネルでした。ぜひ何度も見てくださいね。ありがとうございました。